はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は苦手な人とうまくやる方法についてお話をしたいと思います。皆さんもね、仕事をされている方、それから学校に行かれている方、様々な方がいらっしゃると思いますけれども、職場にもね、学校にもね、大体苦手な人って1人や2人いませんか、ね。でそういった職場であるとか学校というところは苦手であるからといって、顔を合わせないわけにもいかないし、なかなかしんどいと思うんだけれども、こうした自分が苦手な人とうまく付き合っていくっていうのもこの社会の中では非常に大切なことなんですよね。でそれに対してちょっと私の経験から一つアドバイスをさせていただきたいと思います。僕はね、こうして今寝食のね仕事をしてますけれども、このお家の仕事を継ぐ前は長いこと飲食業の世界で、私は仕事をしていました。ナイトクラブなんかもやったことがあるし、あとはレストランなんかの店長とかね、カフェの店長とか、そういったのをねいろいろとやってたんですよ、ね。売り上げの落ちているお店にテこ入れで社長命令で派遣されるというようなことが結構あったので、行くお店でね、結構ねアウェーな空気っていうのかな、大体なんか訳ありのお店に派遣されるから、そうするとね、店舗のスタッフが僕のことをすごく警戒するんですよ。もうね、一時期本当にね、いや社長の犬が来たとかねあからさまに言われることがあったからね、本社からスパイが来たみたいなことで言われるわけですよ。もうね、本当ビンビン伝わってくるわけ、その敵意が。だからもうね、私の前でなんかミスするなよとかね、社長にチクられるぞみたいなことをね、従業員同士がこっそり話してるのも何度も耳にしているし、あいつは気をつけろよって、社長のスパイだぞみたいなことをね、陰口叩かれたのも知ってるし、そんな感じの経験をしたんだけれどもそれはそれで面白かったんだけどね。ただその中でね、ちょっと私が印象的な出来事だったのが、あるお店での出来事で、そこにはね、長年勤めていたアルバイトのリーダーみたいな子がいたんですよ。でこの子がね、もうほんとね、もう1から10まで私に歯向かってくるわけね。で私は社長命令でそのお店に派遣されていて、そのお店にいろいろと問題があるから私が派遣されてるんだけれども、でもその子からすると、なんか自分の慕っていた店長がなんか会社の命令でもってどっかに飛ばされて、代わりに後釜として私が入ってきてるわけでしょ。だからなんか私がその店長のなんていうのかな、座を奪ったみたいな感じに思われてるわけ。もうね、私がいろいろ指導しても全然言うこと聞かないんですよ、この子がね。でね、もう本当にそれがしんどくて、で私もやっぱりお店にはお店のルールがあるから、ハウスルールというのがあって、いろんなお店にいろんなカラーのお店、カフェにはカフェのスタイルがあるし、居酒屋には居酒屋のスタイルがあるし、レストランにはレストランのスタイルがあるでしょ。だからやっぱりね、飲食のプロであっても、新しいお店に派遣されたら、そこのお店のやり方であるとか、商品とか、あとテーブルの配置とか、一日の流れとかね、そういったものが全部頭に入って、お店が完全にコントロールされるまでにはある程度の時間がかかる。でね、だからその間にはその既存のスタッフからそういったものをいろいろと学びながら吸収をして、自分がマネジメントをするためのお勉強をね、そこで働きながらさせていただかないといけないから、やっぱりね、もうこいつ気に入らないからクビっていうわけにはいかないんですよ。それやっちゃうとお店が回らなくなっちゃうからね。だから最初はそういった経験のあるスタッフからお店のやり方を学びつつ、次第にすり合わせていって、なんとかお店が軌道に乗るようにっていうことをやっていくわけだけど、まあね、言うこと聞かないんだ。言うこと聞かない。だからテーブルセッティングって言ってね、お客様が来る時のためにお箸をセットしたり、お皿をセットしたり、コースターをセットしたり、テーブルプランをね、こうやってパッパッパッとセットしていくんだけど、私がセットした後でその子がね、全部並べ替えていくのあからさまにね、あなたの言うことは聞きませんよっていうのアピールがすごかったんだよね。だからね、私もだんだんとしんどくなってきちゃって、お店に行くのがね、自分のお店に行くのにね、自分が管理を任されているお店に店長として行くのに、行く時に胃が痛くなるの。あの子に会いたくないと思うとね、胃が痛くなる。で私随分とその時悩んで本当にしんどかったんだけど、その時にね、ある本を見つけたんですよ、本屋で。その本にはね、こう書かれていたんですよ。あなたの苦手な人のランキングを作ってください。その職場の中で、例えば10人なら10人ね、自分の苦手な人、ナンバーワンに苦手な人、ね、2番目3番目と、その嫌いな人のランキングをメモしてくださいっていうのね。
でそのメモができたら、その一番嫌いな人から順に多く話しかけるようにしなさい。その本には書いてあったの。どういうことかというとね、人間ってやっぱりね、苦手な人とは距離を取ろうとするからね、自分では均等に接しているつもりでも、やっぱりほら、嫌いな人に喜んで話しかける人っていないでしょ。ともすればちょっとこう距離を置こうとするでしょ。でそうするとね、次第にこう縁が遠くなって余計こう意思の疎通が難しくなる。だからその本には嫌いな人のランキングを作って、そのランキングのトップの人からより多く話しかけるようにしなさいって書いてあったの。で僕はね、それをやってみたんだよね。そしたらね、1週間経って2週間3週間経って1ヶ月後ぐらいにはね、もうすごい効果が出て、もうその子と本当に普通にこう会話ができるようになり、雑談ができるようになり、いろいろこう彼氏の悩みなんかをね聞いたりとかするようなこともあり、すごくね仲良くなったんですよ。でそうしたらやっぱり人間関係がすごく円満にいくようになって、でその子は最終的には本当僕の右腕のようになって仕事をサポートしてくれるようなパートナーになってくれたんですよ。でこのことから僕が学んだのは、やっぱりね、人間っていうのはやっぱりそうやって深くお付き合いをしていく中でこういろいろと理解が深まっていくっていうことと、やっぱりね、苦手な人っていうのはやっぱりこう心の中にそういう苦手な感覚ができてきてしまうと、やっぱり人間関係っていうのはね、うまくいかないんだよね。それで皆さんも職場の中でなかなか理解ができない人とか、うまくやれない人、価値観の合わない人っていっぱいいると思うんだけれども、でもね、そういう価値観の合わない人って自分の思考の枠組みの外にいる人なんだよね。でもそういった人たちの考え方っていうのが分かるようになるとね、ああそうか、僕は今までこの枠組みの中でものを考えていたけど、でもこの枠組みの外にはこういうふうな考え方があった、なるほど、それも一理あるなとかね、そうやって自分の理解できない人、自分の相入れない人と分かり合うことによって思考の枠組みってどんどん広がっていくんですよ。でそれがね、またみんなのそれぞれの成長にもつながってくると思う。で僕はね、こういったことで、克服をすることができたんだけれども、こういうね、人生の中ではこうね、無駄な出会いっていうのはないんですよ。全ての人生にはやっぱりいろいろなこう学びのための出来事というのがあるので、それはね、一見苦手だなと思う人との出会いがあったとしても、きっとそこから何かを学びなさいというね、神様からのメッセージがあると思うので、そこはね、辛抱して、何かこううまくそういった人たちとやっていくことによって、そこからまた得られる学びというものがあるので、僕はねそういった形で、克服をしました。なのでみんなもね、そういった出会いの裏にあるいろいろな学びの機会というものを大切にね、嫌いな人間だから自分が理解できないからといって排除してしまうのではなくて、そういう異質な価値観を取り込んでいくということが人生をね、より豊かにしていくことにつながっていくので、ぜひトライしてみてくださいね。苦手な人を苦手な順番に、リストアップして、そのリストアップの上の方から話しかける、ね、これぜひやってみてください。ただこのノート絶対落としちゃダメだよ、ね、誰かに拾われたらこれ大変なことになるからね。そうしたことで、今回は、苦手な人とうまく付き合う方法について話させていただきました。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。